皆さんこんにちは、みどりです。今日は私たちの体がなんでできているかっていうのをお話しします。私はこの話をね初めて聞いた時、これね本当めちゃめちゃ面白い。本当に面白くてね何回も聞いちゃった。でなんでだから必要なのかっていうのがね分かったんですよ。何が必要かってね。それをできるだけだから実践しようってね本当に思ったの。でそれを実践ねしてるんですけどね、し続けてるんですけど、で私たちのね体はね、聞いたことある人もいると思うけど、何十兆個っていう細胞でできてるって言われてますよね。でその細胞が、要は元気だったら、いつまでも若々しくて、しかも元気でいられるっていうことなんですよね。細胞のねレシピっていうのがあって、水、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラル、あとはね、実はねこれ空気、これ一番ね重要って言ってもいいです。だってなんでかっていうとさ、こう息できなくなったら何分でねもう生きてられなくなっちゃうんだろうね。っていうぐらいやっぱり、空気本当に一番大事なんですよ。でまずは、体の多くを占める水についてお話しします。でお水はね1日ね 2.5 リットル飲みましょう。これね本当にいいから、もう本当にやってほしいっていうか、やって、私毎日飲んでますね。めちゃめちゃいいですよ本当に。でなぜかってことですよね。でまず、3つに分けてお話しします。水の割合とね、どんな働きしてるのかなっていうのと、あと水を飲む時にねよくある疑問、あとはどう飲むかっていう順でお話しします。でまずは、体の中の割合とね働きで、水は成人だったら約 60% で、子供だと約 80%、 結構な量の水でね、例えばね体重50キロの人がそう 2% だから600ミリ、これ大体これぐらいで、ペットボトル500よりちょっと多いぐらい、これだよ。これだけ減っただけで脱水症状なんだって。だからもう喉乾いたなって思ったら脱水症状だから、怖くないですか？これすぐだよ結構。私はね1日今だいたい 2.5 リットルから3リットルお水を飲んでます毎日。でね、ちゃんと飲むようになってからすっごい疲れにくくなったし、本当肌の調子めちゃくちゃ良くなった。そうそれ嬉しいですよね。もうだから飲んでね、すごいぐらい言うけど飲んでほしい。であとはね、じゃあこの、体の中っていうかもっと細かいところの水の割合ね。で細胞は 70% 以上、あとこう組織と組織の間、それが約 10%、 あとね血液が約 8%、 なんかね結構な割合やっぱり。で人体のあと各組織の水の割合ね。で皮膚はもう 72%、 これももうほとんどだよね。あと筋肉75から 80%で、あと脂肪組織に 10% から 30%だね。結構本当私たちの体のね、だって大人で 60% だから、いろんなところにやっぱ水がねたくさんあるし必要っていうことなんだよね。あと水はね、じゃあどんな働きをするのっていうことなんだけど、8個あります。でそれは、まず体温の調節で、例えば気温が高い時とか汗を出して、体を冷やす、体温を下げるみたいな、今日も私ちょっと緊張しつつこうスタジオまで来たんだけど、なんか汗かいちゃった。熱くなって、それはね体温を調節してくれたってことですね。あとは、体を快適に保つ、目、口とか鼻ねに潤いを与えて、正常な動きを促す。で3つ目は、体内に栄養分とか酸素とかを運んで、不要ないらないもの、それを排出するのを助けてくれるんですね。であと体温維持、4つ目、体温維持と血液の調整を助ける、あとミネラルのバランスを保つんだって。5個目は、薬を飲むとき
に、希釈とかね飲み込むのを助けて胃の負担をね軽くしてくれる。で素早くね効果的に取れるようにしてくれます。6個目は、こまめに飲む。そう水ねこまめに飲んでほしい。でねそうこまめに飲んで、喉の渇きをこう癒してくれて、でね満腹感をね与えてくれるんだって。だから食欲を抑えられるんだよね。なんかお腹が空いた時にこうなんか食べたいなって思って、私も常にこう水を置いとくんだけど、ね、今日も置いてるんだけど、水飲むとおやつ食べなくて済むんですよ。もうねぜひおすすめ。それでもねお腹空いちゃう時はあるんだけど、その時は何か食べてください。で7個目、肌にね水分を与えてこうスムーズにとかソフトにっていうのを保ってくれて、しなやかさとか張りを与えてくれます。で最後8個目、これも重要ですね。血液やリンパの流れをスムーズにして体の中に栄養を運んでくれるんだって。だからさやっぱりねちゃんと食べてても水を飲んでないとさ体に栄養届かないんだよね。やっぱり重要な役割があるっていうことがね分かりましたね。はい、じゃあ次に体の外に出される水についてなんだけども、汗とね呼吸で約だから900ミリ、ほぼだから1リットル弱かで、尿とか便とかで約 1.6 リットル、合計 2.5 リットル出ちゃうんだって。結構だよね。 2.5 リットルってそこそこあるよっていう感じで、あとじゃあそのね水が出されるってことなんだけども、体の中の水ってどれぐらいの期間で入れ替わると思いますか？はい、皆さん答えを言ってみてください。はい、正解は1ヶ月と言われてます。でもさなんか1ヶ月って結構長いよね。長くない？すごい長い。怖い。汚れるよね。だって金魚鉢を思い浮かべてもらうと分かりやすいと思うんだけど、だってその水1ヶ月買えなかったらさ結構やばいよね。だって緑色のなんかドロドロのなんかねついちゃっても金魚見えないみたいなってなっちゃう時もあるぐらいじゃんね。なんかそんな感じなのかなっていうのをなんか想像したら、もうなんか1日 2.5 リットル出ちゃったらさ体の中ドロドロになっちゃうじゃんって、なんか嫌だなってね。だったらお水をちゃんと飲んで早く入れ替わらせた方がいいじゃんって思って飲むって決めました。だって2週間とかね1週間とかで変わったらそれはさ絶対いいに決まってるじゃんね。っていうことです。だからもうほんと飲んで、だからね飲めない理由ね、トイレに行く回数が多くなるからとか、いやいやそれいらないもん出してるからで出して、で水は飲まないとかまずいとかね、まずくない、分かってるんですけどねみたいな、あとコーヒーとかお茶とかだと飲むよみたいなね、それじゃダメなのとかね、水を持ち歩くのはさ重いから荷物になるからとかねって言ってる場合じゃなかったんですよ。ほんとそれだともったいないから。そうそうね、コーヒーとかお茶とかだと一回ねこうほら体の中でこしてから、水にしないといけないから、だからやっぱりね直接ね食べ物と同じような感覚だよね。だから水を飲むっていうことが大事です。であとねこれもねよく聞くと思うんだけどね、お水を飲むとなんかどうなんだろうっていうねよくある疑問、ちょっとそれを3つ話したいと思います。まずよく聞く1個目、水太りしたいのしないのって、答えはしません、どういうことかっていうと、体の中の血が濃かったら水が足りないってことじゃん。でこれ以上出したら脱水、になっちゃうから、そしたら体は、排尿を止めるの、で逆に違う水と水が多すぎるってことだから、デトックス、体の外に出そうということで排尿する、だからなるべくデトックスした方がどんどん体がねきれいになっていくっていうことなの。だからトイレに行く回数が多いっていうのはデメリットじゃなくてメリットなの。
だから本当に飲んでくださいって感じだからね、飲みましょうね。体の中の、水分量がね、そうこれがすごい、脳にあるセンサーが浸透圧をきちんとね考えてくれてコントロールしてるんだって。すごくない？人間の体って。これ感動した私。だってそもそもこうさ、太るって、脂肪がつくっていうことなんだよね。でも水を飲んで脂肪がつくっていうのはさ、ありえないでしょ。一時的にこうね、体重が増えるっていうことはあるかもしれないんだけど、水が原因で太るっていうことはないってことです。だから飲みましょう。すごい。はい。じゃあ2つ目、飲みすぎたらどうなるのってね、むくんだりしないのって言いますけど、これね、水分不足の方が、むくみにつながるって、聞きますね。それは、水分不足だと排尿が少なくなる。そうすると体の中の塩分濃度が上がっちゃうんですよね。だから水を必要としてこうより吸収するんだ。でその結果こう細胞がねどんどん、太るっていうか、水分多くなっちゃうからむくみにつながるんだって。なので、水をたくさん取ったからむくむんじゃなくて、水分不足だからむくむっていうのはそういうことですね。水分不足だと、あとさ、体の中にさ、いらないもの、老廃物が溜まっちゃうから、体の中がねどんどん汚くなっていっちゃうので、それって嫌じゃないですか。なので、しっかり飲んでいらないものを出して、体きれいにしましょうって感じ。あと塩分濃度のねこう上昇、塩分濃度、体の中の塩分増えちゃうっていうのが、水をねたくさん飲んでるのにむくんでしまうっていう人は、塩分がね多いっていうことかもしれないそうです。夏とかに夏はやっぱ汗もたくさんかくから水分がね 2.5 リットルじゃなくてやっぱり4リットルとか5リットルとかね出てしまう場合もあるんだって。そうすると、塩分濃度が要は上がっちゃうからむくんだりすることにつながることがあるみたいです。夏は本当とにかく飲むっていうんじゃなくってやっぱ塩分とのバランスっていうのを考えて、自分の体とね相談しながらなんかこうやっぱりよくこう自分の体を見てね感じてみるとどうなのかなっていうのが分かると思うので相談しながら飲むっていうのが大切だと思います。やっぱ熱中症予防にはね水分とミネラル、よくねこう塩を入れて飲むといいよとか、言うと思うので、こういうことだったんですね。納得です。で最後3つ目、ダイエットしたいんだったらお水をしっかり飲んだ方がいいよって聞くんですけど、じゃあなぜ水が必要かっていうこと、これね面白いんですよ。イリノイ大学のね研究で水を飲めば飲むほど脂肪が減ったっていうデータがあるんだって。面白いよね。やっぱさっき言ったみたいに水を飲むと食欲が、抑えられて、要は摂取カロリーが減ったっていうことなんだってね。それはグレリンっていうものの働きを抑制したっていうふうにされてるんだって。でグレリンっていうのは何かっていうと、胃の膨らみを調整して食欲を増進させるホルモンだそうです。だからそれを抑えるから食欲が減ったと。だから水を飲めば飲むほどグレリンの働きを抑えることができるから、食欲が必然的に抑えられたって考えられてるんだって。面白いよね。私本当にこういうね研究、こういうエビデンスとかね聞くともうねワクワクする超楽しい。脱水はねあとね筋肉のね分解を進めちゃうんだって。やっぱりダイエットって脂肪を減らすっていうことだから、これだとねダイエット失敗のね一つの要因になっちゃうよね。なので、筋肉増やすことで代謝が上がっていくから、それが大切なので脱水症状でね分解されちゃったら代謝下がって失敗しちゃうんで、気をつけてください。で水はねたくさん飲んでもいいんですけど、コーヒーとかたくさん飲んじゃうと利尿効果があるんで、脱水の原因にもなるから水を多く飲んでください。でこれね、厚生労働省ではね健康のために水を飲もう推進委員会
っていうのが設置されてて、なんか毎年ね推進のポスターとかリーフレットで皆さん水を飲んでねっていうのを、アピールしてるんだってね。それぐらいやっぱちゃんと飲んでねってことなんですよ。だから喉がね渇いたなーって思った時は、脱水症状なんでね。で冬はねやっぱり寒くなるんでなかなかこうね水を飲めないんだよねって思いますけど、左右でもいいのでね頑張って飲みましょう。冬こそやっぱり乾燥するしね、肌も乾燥しちゃうんでちゃんと取りましょうね。本当ねだからそういう時はあってね原点に帰るじゃないけどね、本当に私どうなりたいのってね自分にね問いかけるといいんじゃないでしょうかね。慣れればね1日ね 2.5 リットルね軽くいけます。でじゃあ私が1日、どういうふうにお水を飲んでいるかっていうのをお話ししますね。まずね朝起きてマウスウォッシュで口をゆすぎます。これ結構重要ね。朝起きた口の中ってお尻よりも汚いって言われているんだよ。なので、マウスウォッシュで口をゆすぐとかね歯を磨くとかやってから、左右をコップで1杯飲みます。夏はちょっと暑いから私は水を飲んじゃうんだけど、であとメイクしながら、1杯ね。で家を出るまでに1杯ちょっとここも飲む。午前中に1リットルぐらい飲んでるんですよ。であと午後から夕方までで1リットルで、あとご飯食べる。もし外出てたら、帰ってきたらすぐうがいして、1杯飲んでるかな。で夕食中に1杯、お風呂の前後に各1杯、もうテレビ見ながらとかねちょこちょこ飲んでるからもう2リットルぐらい全然それでいってるかな。であと寝る前に1杯必ず飲みますね。それで 2.5 リットルから3リットルかな。で外にこう出るときはねマイボトル、に水を入れて持ち歩いていつでも飲めるようにしてます。お気に入りなんだけど、結構可愛いボトル最近いろいろね売ってるんで、自分の好きなボトル持って歩いたら、それでも気分上がりますよね。でそれ以外にもね私ちゃんとっていうのもおかしいか、コーヒー、紅茶、日本茶、ハーブティーとか飲んだりしますね。日本茶美味しい、大好き。でお水の飲み方っていうのはねやっぱ一気にたくさん飲むんじゃなくて、こまめに飲む方がいいです。であとやっぱりでもねお仕事柄こうねなかなかコンスタントにお水を飲むのが難しいよっていう方もいると思うんですけど、ちょっと頑張って飲んでほしい、隙間で。本当に変わるんでぜひ試してほしいです。そうでこうね違いをね自分の体の違い、飲んだ日と飲まなかった日っていうので比べてみてください。これ本当にね分かると思う。とにかく目標は1年後1歳若返るから、そこを目指してねぜひ実践していきましょう。質問いただきました。おやつ、みどりさんおやつ食べないんですかってことなんですけど、食べますよそうだな、最近は本当に気をつけてて、例えばナッツとかアーモンドとかなんかいろいろミックスナッツ入ってるのあるじゃないですか。それも塩分入ってないやつ、素焼きのやつとか、そういうのとかドライフルーツとか、とはいえね、私も大好きなお菓子もいっぱいあるので、たまには食べます。なんかあんまりこうそこをさ100% 避けるはやっぱりできないし、だって例えば友達とかくれたりとかっていうのもあると思うんで、そこはありがたく楽しくいただいてます。今回でね2回目でしたけど、皆さんいかがでしたでしょうか。途中こうねカミカミだったりしてますけど、ちょっと顔も緊張してますけど、とにかくね目指すのは1年後1歳若返るなんで、ちょっと本当にワクワクする、自分が話しててワクワクする、そこをね目指して実践しましょう。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。